これはさらにいいですね。画面と目線の関係もとても良くなって、すごく描きやすい。そして何よりも軽さですね。負担が全くありません。皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。今回はダークボードという製品のレビュー動画になります。ダークボードはアストロパッド社という会社の新製品で iPad 用のお絵かきケースということです。これですね。この真ん中の部分に iPad をはめ込んで使用するものです。iPad 周辺のスペースを広げるための拡張キットという感じでしょうか。では実際に使って絵を描いてみて、使用感などをレビューしようと思います。まず、ダークボードとはどのようなものか観察します。ダークというだけあって黒いです。大きさですが、測ってみたら縦が約37センチ、横が約47センチ、A3 用紙より一回り大きいという感じです。厚さは約 3.5 センチ。この真ん中の部分に iPad がはまります。今回のこの製品は iPad Pro 12.9 インチ用です。裏側にはカットが入っています。シンプルでかっこいいデザインです。この穴はカメラの穴でしょうか。触った感じは固めの発泡スチロールという感じです。硬質ウレタンとかかな。へこんでも元に戻ります。少しざらつきのある、でも滑り心地がいい手触りです。iPad がはまる部分はマットで硬いプラスチックのようです。軽いですね。見た目は大きいけど、手に持つとその軽さがわかります。では iPad をはめ込んでみましょう。カチッとはまりました。iPad の画面とほぼ同じ高さになっていて、全体的にフラットになりました。しっかりと固定されていて、ひっくり返しても全然ブレませんね。安心感があります。ボタンの部分には隙間があるので、ちゃんと操作もできます。ここに Apple Pencil を接続。取り出しもしやすくなっています。電源ケーブルはこちらから接続。スピーカーが塞がって音が出ないかなと思いましたが、ちゃんとスリットがあるので音も問題なし。これは机の上に置いて使うというよりも、机がない場所で本領を発揮しそうですね。では実際に使ってみましょう。少し低くて深めの椅子に座って使ってみます。あ、いいですね。安定感があります。iPad がダークボードと一体になることで、すごく作業がしやすそうです。テキストも両手打ちがしやすそう。両側と下にスペースがあるので、その上に手を置いてタイピングできます。ではペンで絵を描いてみましょう。これはとっても描きやすい。ダークボードと iPad がほぼフラット。なので、手のひらを置いて安定して描けるスペースが単純に拡張しています。また、反対の手で iPad を押さえる必要がないので、こちらでも操作が可能。両足の上にしっかりと置けば、かなりの安定感です。では、絵を描き進めます。よく計算されているなと思ったのが、上下のこのスペースです。下の方がスペースが広くて、iPad の画面の位置が少し高くなっているんです。首をあまり曲げなくとも画面がよく見えます。そして何よりも軽さですね。負担が全くありません。軽いのでこれごと回転させながら絵を描いても全く問題ないですね。硬質なウレタン系の素材なので硬さも程よく、すべての角も丸くなっているので全く痛くありません。膝を立てて使ってみます。ベッドとかだとこういうスタイルになると思います。あ、これはさらにいいですね。画面と目線の関係もとても良くなってすごく描きやすい。少し集中して絵を描きます。おしゃれな写真とかだとよくあるじゃないですか。ベッドで膝を立てて iPad とかのタブレットを操作しているやつ。実際はこれ
ちょっとやりづらいんですよね。片手でタブレットを押さえなきゃいけないし、お腹に直接置くから目線も下がるし、首も痛い。特にこの格好で絵を描くのは結構難しいです。このダークボードと一緒なら、おしゃれスタイルのベッドお絵描きができそう。ということで、絵ができました。iPad ユーザーの中には、こういうのが欲しいって思った方もいると思います。実際私もこのお話をもらった時に、それすごく欲しいって思いました。絵を描くスタイルに幅が出ますよね。皆さんもぜひ使ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。